もやもや探検。こんにちは、ルンです。今日はもやもやに隠れた宝その1、愛についてお話ししようと思います。人生を楽しむためには自分が本当に何を望んでいるか、心の声を聞いてそれを行動で叶えてあげる。心と行動を一致させていると、ミラクルが起こってさらに人生がどんどん楽しくなるよっていうことなんですけど、心と行動を一致させるときに行動を阻むような心配性のおかんみたいなモヤモヤが来るんですね。これは来るもんだと思っといてもらえるといいなと思います。あの本当に心配性のおかんみたいなモヤモヤは自分を守ろうっていう本当は愛なんですね。今までの固定概念でこれが安全やって思っていることとまた違うこと新しいことをしようとするといやちょっと待ってみたいな感じで心配性のおかんが変わっちゃダメって心配って言って飛んでくる感じなんです。だから本当のお母さんとかでもありがちなんですけど、子供のことを心配してこう失敗をしないように先回りするみたいなそういう感じのことがもう人間自体にもう備わってるんですね。安全装置みたいな感じで。なのでこのモヤモヤにはもともと愛だから自分を守ろうとして新しいことは危険ってもう自動的に察知をしてで止めにかかるんだって思ってください。なのでいつもと違うようなことをしようとすると本当にモヤモヤが、来るもんだって思っててください。で来た時にどうするかっていうとその心配性のおかんは今までのこう固定概念でできているのでその固定概念をほっとくんじゃなくて何を問題って思っちゃってんのかなって私の固定概念さんは。っていうふうにこうモヤモヤに頭を突っ込みます。そしたら意外としょうもないことでっていうかしょうもないことじゃなくて自分では重大と思ってることもあるんですけどそのモヤモヤって結局は幻想なんですね。固定概念っていうのは幻想なのでだから何を問題と思っちゃってんのって聞いてあげてでそれって本当に問題なんて聞いてあげると自分で問題じゃないいい気分の思考を探せることもあるし自分の中にそれを、問題じゃないっていういい気分の思考がなければもう外の世界に探しに行くおすすめはもう本屋さんです。本屋さんに行くともう好きなことをして生きている人たちが私たちはこういうふうにしてモヤモヤを解消して好きに生きれるようになったよっていうのをシェアしたくてそれを本にしてくれたりしてます。なのでそこに自分の心の声に合ったいい気分の思考が見つかると思います。脳の自動検索機能に今自分に必要ないい気分の思考を見つけるっていうふうに意図を明確化しておくと、本屋さんに行って歩いてると何かこうピッとこう目に入るタイトルとかがあると思います。そういう、偶然とかを大事にしてちょっとペラペラっとめくって面白そうやなと思ったら買ってみるとかそういうふうにぜひ宇宙からのメッセージをキャッチして自分の心の声を行動で叶えるためにモヤモヤに向き合ってぜひそれを宝に変えてください。で、これはモヤモヤ思ってたけど心配性のおかんみたいなモヤモヤが、今までの固定概念でそれが安全だと思ってるからそれは私のことを自分のことを心配してそうやって思っててくれたらな愛なんやなってで心配性のおかんみたいなモヤモヤさんに心配してくれてありがとうでも私はこういう思考を選ぶから大丈夫やでっていうふうにこうモヤモヤを手放すそうすると心の声と行動を一致が自然体でできるようになります。はい。もやもや探検をしだすと、大体初めにみんな、ぶち当たるっていうか、のが結構親との関係とか、旦那さんがいる人は旦那さんとの関係
とか、子供との関係がうまくいってない人は子供との関係とかにすごくモヤモヤが出てくる、モヤモヤがあることに気がつくんですね。でそれも全部心配性のおかんと一緒で、心配性のおかんのモヤモヤと一緒で、そういう周りの人も全てもともとは愛なんですよね。例えば自分がこう会社とか今勤めてる会社を辞めて好きなことで起業したいって思ってるけど、例えば親が反対するとか、そしたらそれはあなたがダメやっていうふうに、こうなんていうかな、否定してるっていうふうに受け取っちゃうこともあるかもしれないんですけど、そうじゃなくって、そのお母さんのもう心の声っていうのはあなたに幸せでいてほしいから、自分の今までお母さん自身が培ってきた固定概念、幸せとはこういうものやっていう、それに当てはめて、あなたもこういうふうに生きたらいいやん、幸せやでこっちの方がって言ってるだけなんですね。だからもともとは愛で出た言葉だったり考えだったりする。でももともとの根本は、愛してるからこそ幸せでいてほしいっていうそれだけなので、その心の声を聞くって、自分の心の声も聞くのもそうなんですけど、相手の心の声って何だろうって興味を持って耳を傾けることによって、なんか自分を否定したいっていうんじゃなくって、幸せでいてほしいっていうだけなんだなって。そしたら主語を愛にして言うにすると喧嘩になっちゃうので、愛にして、私はそういうことを言われると悲しいって伝えたかったら悲しいって伝えるっていうのもありだし、でも私にとってはこういうふうに生きていくのが幸せなんだから、応援してくれたり、受け入れてくれたら嬉しいとか、そういうふうに伝えたいんだったら伝えるとか、私はこういう生き方が幸せなんだっていうことを、どんどん見せていけば、親も幸せなんだなって、安心はしてくると思います。でも基本親って、ずっと心配性のおかんみたいなものなのかなって思います。はい、ですのでそれはその相手との関係をどうしたいかっていうのもありますけど、基本は愛なんだっていうのをぜひ心の中に覚えておいてもらうと、まああのいざこざになりにくいというか、心の声を聞こうってなると思います。はい。ね、本当に周りの人との関係が良くなると、本当に好きなことをしやすくなるし、すごく生きやすくなるので、初めはなんかまたこういうこと言われたみたいな感じでしんどいかもしれないんですけど、向き合っちゃうと結構すぐ楽になります。これは私の経験上ですけど、はい、ぜひ一人で向き合うのちょっとしんどいなっていう人は、私でもいいし、誰かコーチをつける。そして自分の本当の心の声はこれなんだってちゃんと見えて行動するのと、全然また気持ちの持ちようが違うと思うので、ぜひ挑戦してもらえたらなと思います。はい、では今日は、これで終わります。もやもやに隠れている宝、愛についてお話ししました。ルンでした。